どうもこんにちは、川口健です。今日はフルブログのアッパー制作をやっていきたいと思います。前回フルブログのデザインを考えるという動画を出しました。木型にこう線を直接描いていって自然な形をね、描いていくというのをやったんですが、今回はそのアッパーを作ります。前回の動画の時にはまだフルブログというデザインは決めたけど革は決めてませんでした。あの後結構いろいろ悩んで、さっきちょうど今決まったんですけど、もう無理やり決めました。この革にします。いくつか候補がありまして、ベージュ系の明るい色のベビーカーフにしてちょっとイタリアンっぽく作るか、それから黒いイタリアの馬革ですねを使って、その馬革僕すごく好きでずっと作ってみたいなっていうのがあるんで、それを使って作るか、結構表情豊かなんですよね、黒とはいえ。それか、カーキ色の靴、作ったことがないし持ってたこともないんで、それもいいなとかね思って、結局そのカーキ色にしました。これです。これの革はですね、フランスデュプイ社のルビーカーフという靴用のボックス革ですね。この革はですね、いい色なんですよ。緑でもなくカーキ、なんか緑とカーキと茶色の中間みたいな、茶色感はそこまでないですけど若干あるんですよね。なのですごく大人な感じの、すごく上品なかっこいい色合いでして、イメージとしてはおそらくウエストンのハンターグリーンに近いと思うんですけど、でこの革ちょっと買ってみたんですけど、色合いはいいんですが、ちょっと質がねあまりよろしくなくて、この個体かもしれないですけど、良ければ TO のラインナップに入れようかなとかと思ってたんですけど、ちょっと質があまりよろしくなくてですね、使える範囲がものすごく狭いんですね。この辺はいいんですけど、こっちの方へ行くとかなりトラとか血筋が結構目立つんですよね。なので、しかも値段もかなり高いんで、ステム TO ラインナップ入りは無理だったんですけどね。去年の11月の展示会で限定革として出してたんですけど、誰もオーダーされなかったので、これで作っちゃいたいと思います。この前作った型紙ですね。お客さんの靴を作るときはもちろんね、いいところを使うんですけど、自分の靴なので別にそんな気にしないんですが、なのでこっちのお尻の方はいいんですよ。すごくよく使える。ただ使える範囲が狭いっていうのがこの革の問題でして、こっちの肩の方は本当に良くないんで、さすがにちょっと自分用の靴でも使えないですね。この中腹あたりは使ってもいいんですけど、どうしようかな。結構自分の靴の革の取りはね悩みますね。せっかく自分で作るんだから一番いい部分をと思ったりもするんですけど、この靴を見ていいなと思った人はこの革で作ってほしいってなった時に一番いい部分残ってた方がいいかもしれない。どうしようかな。でもいいか、買えばまたそういう方言ったらね、新しく買えばいいんで一番いい部分から取っていきますね。靴職人ならではの贅沢ということで、最強の福利厚生で、この時にね結構傷や血筋やらは見ますね。こういうボックスカーフやっぱり綺麗に作るっていうのが方向性なので、イノシシ革とかちょっと表情のあるような革はそんなに気にしなくても、あえて血筋とかね、傷はさすがに気にしますけど、多少革に合わせた気にし具合っていうものがありますので、ただボックスカーフはやっぱり気にしますね。この革でいくと、例えばこの真ん中にあるこれですね、これへこんでますね。表面が裏側に傷があって、そのせいで表面がへこんでる。これは絶対入れないですね。あとはこういうのとかも気になるんですよね。これ血筋ですね。血管の跡みたいな感じ。こういうのもよくはっきり見えちゃうやつは靴になっても分かるんで避けます。これは傷ですね。
これも傷ですね。ではこの辺中腹あたりはこう虎が見えるじゃないですか。このしましまですね。これは立体にするとあんまり目立たなくなったりするんで、入れどころによっては使ったりもするんですけど、あんまりなるべくは使いたくないですね。端っこの方入っちゃう分には場所パーツによっては許すぐらいな感じですよね。そして見ていくとこの辺のお尻のあたりは滑らか艶やかですよね。均一な感じです。一方でこっちの中腹あたり行くとやっぱりこう遠目から見ても分かりますよね。均一ではないですし、しかもこの下の方お腹の方へ行くとやっぱりツヤ感も不均一ですよね。ちょっとざらつきがあるというか、この辺全然この辺はもう全く使わないんですけど、同じ皮の中でもかなり表情に違いがありますね。このバンプパーツとキャップパーツ、この場合ウイングですけど非常に大事ですね。靴の顔となる部分、さらに言えばバンプの方が大事だと僕は思ってますね。履きシワが入るんで美しいシワになるためにも皮の取る位置だったり方向とかは大事です。キャップももちろんね、まさに靴の顔なんで大事なんですけど、キャップ部分はつり込んでしまうと芯が入ってあんまり動かなくなるので、履きシワの質感とかの心配はあんまりしないですけどね。やっぱりいいところから取ってきます。やっぱり大事なパーツをいいところから入れていきますね。これで型入れが終わったので粗くカットしていきます。ちなみにこれ結構皮でかいんで片側だけに入れてますね。小さい皮の場合はここに背骨があるんですけど、この背を中心に左右対称にこう裏返して取ります。ただでかい皮の場合は片側で収まりきりますし、割と、本当を言えばね左右対称に取っていった方がいいんですけど、左右対称に取っていくとほぼ1枚で1足みたいな感じになっちゃうので、大きい皮の場合は片側で1足分取りますね。これはライニングですね。ライニングいろいろ選べるんですけど、今回はスタンダードにキャメルにしました。裁断していきます。裁断いつもここでやるんで、このビニータ下に敷いてるカッターマットですね。テーブルの上緑じゃないですか。これビニールの板敷いてるんですけど、エンビータなんですけどね、いつもここで切ってるんで、もうここのエンビータがボロボロでやばいですよね。回転させるとか裏返すとかしないと、そろそろこの板のこの部分だけ寿命を迎えてますね。まずはね、大きいと切りにくいので適当に小分けにしてます。よし、じゃあ切っていきますね。皮の裁断の時には大事なラインと大事じゃないラインがあるんで、大事なラインっていうのは本番にその靴の表面に出てくる線ですね。それは線通りぴったり切りますが、他のところも線通り切るんですけど、多少別にずれてもいいんで、こういうもう靴になったら見えなくなるのりしろの部分ですね。のりしろの部分とか、あと釣り込みしろ、釣り込むために取ってある場所、ここはもう本当に適当でいいんで。銀ピングします。今回銀ピングは革の断面のギザギザですね。こういうウイングのこのライン
をギザギザカットします。でカッターではやらないので、その部分だけは今残してありますね。直線でカットする部分だけをまずカットします。直線というかつながりの線でカットする部分だけをまずカッターで切ります。このギザギザのカットはハサミを使います。刃がギザギザになっているハサミですね。結構この刃のギザギザの細かさで印象変わるんですけど、今回は細かめですね。ボックスカーフなのでちょっと繊細な感じも出していきたいということで細かめです。でこの後ブローディングの穴を開けるので、穴の位置の当たりをつけておきます。今こんな感じで当たりをつけてあります。これに沿って穴を開けていきます。こんな感じでまず親穴を開けます。大きい方の穴ですね。そしたら次にこの間、この親穴と親穴の間の真ん中収まるように小穴を開けていきます。これで裁断から穴開け、そしてスキーまで全部のパーツ終わりましたので、パーツの紹介していきます。まずアッパー、つま先のウイングですね。メダリンを開けてあります。そしてその次がバンプ。羽が左右内外で4枚ですね。そしてカウンターパーツ。それとベロですね。次にライニングですね。カウンターのライニングが左右と、バンプのライニングですね。これは柔らかい別な革を使ってます。これビスポークも MT も全部この革を使ってます。それとベロの裏のパーツですね。それとフルブローグ特有ですけども、この薄い革たちがあります。すごく薄くついてるんですが、これは穴の裏当てですね。これもそうです。穴の裏当てです。メダリオンの裏に当ててこの穴が透けないようにするためのもので、この細長いやつはこの羽の部分ですね。この穴が透けないようにするためのものです。穴飾りはこう革を貼り合わせると下の革の針代にかぶるので穴は透けないんですよ。ただメダリの部分は革がかぶってこないので透けちゃうっていうのと、羽はこの上の部分ですね、この部分は何も革が重ならないので透けちゃうんで、それ用に裏当てのパーツを用意してます。クロムナメシの革って革の断面白いんですよね。これ今すいた部分見ると分かるんですけど、このすいた部分っていうのは革の厚みが薄くなってるので、革の中が見えてるということと同じです。こういうふうに革の中って白いんですよね。なので断面も白いです。このまま作った後で最終的にクリームで色をつけてもいいんですけど、今回は先にこの裁断面の色を染めておきます。ちなみにこの染めてる染料は黒と緑を混ぜて革の色に合わせてますね。こっちが染めた方で、こっちが染めてない方ですね。この穴飾りの中も染めるっていう手もあるんですけど、今回は染めずにいきます。穴飾りの中はね、そんなに気にならないんですよね。それはそれで飾り
こうコントラストが効いた飾りっぽくていいんですけど、裁断面は場合によって染めない場合もありますけど、結構気になるんで今回は染めておきます。今回緑のボックスカーフにした理由はいくつかあります。まず一つ目は、僕自身緑の靴ってほぼもともと緑の靴をねっていうのを買ったことはないですね。作ったこともないですね。緑に染めたことは一回だけあるんですけど、でもその時の靴結構緑であんまり正直履かなかったんですよ。っていうのもあって緑の靴に対する苦手意識みたいなのはちょっとあります。ただ今回は緑といってもカーキ系なんで割といけるんじゃないかなと。そういうのを履いてみたい、緑の靴をね改めて履いてみたいっていうのも一つあります。次の理由はですね、木型を修正を重ねてきていてかなり完成度が高くなってるんですよ。なのでもうほぼほぼいい感じ、96% ぐらいいい感じなんじゃないかなっていう感じなんで、フィット感がですね、フォルムに関してはまだいろいろ改善の余地あるのかもしれないですけど、一旦今の方向性でいくとかなりいい感じなので、ここでやっぱり綺麗なボックスカーフで作っておくこと、そっちの方がなんかワイルド系の革とか表情豊かな革でやるよりも完成度をしっかり見極められるんじゃないかなみたいなね、そんな感覚がなんとなくあるんでボックスカーフの方がいいかなというのが一つ。それとですね、服装の合わせを想像した時なんですけど、緑の革だと服装ね合いづらいだろうなとか思いつつ、当然黒とかの方が合いやすいのはもちろんそうなんですけど、意外とが手持ちのねこう最近よく着る服との相性を想像すると、悪くないなと思いまして、その懸念している緑の靴結構合わせづらくて履きづらいんじゃないかなっていうのが意外といけそうなんで挑戦してみたいっていうこととか、あとはこの色味の靴履いてる人すごくかっこよくないですか。そんなね履きこなしてみたいなっていうところですね。あともう一個だけあれなんですよ。ジェーム・ウェストンでこういう色味のハンターグリーンってあるじゃないですか。フルブローグって出してんのか出してないのかちょっと正確には分かんないですけど、あんまり見たことがない気がしまして、ゴルフだったり、180だったりヨットだったりっていうモデルはこのハンターグリーンの色味は見たことあるんですけど、フルブローグは見たことがないような気がしまして、で、ウエストもそうだし他でもこのカーキ系の靴ってなかなか見ないんですよね。なので、現実に形にしてみてどんな風な靴になるのかを見てみたいなっていう好奇心、靴好きとしてのっていうところが理由ですね。このバンプパーツのブローディングの下のステッチを先に縫います。これなぜかというと、このウイングをここに貼り合わせた時にウイングとバンプが近くなるこの部分ですね。この先にウイングをつけておくとこのバンプのこのラインを縫っていった時にこの押さえですね、このローラーの押さえが革のこの境目に乗ってきちゃいそうな距離だったんですよ。っていうか乗ってきちゃうんですよ。結構このバンプラインとウイングのラインが近いんで、このバンプラインとウイングのラインが近づくんでね、そうするとローラーがこう変に乗るとガタガタして糸目がブレる原因になるんで、貼る前に縫っちゃいますね。このブローディングの上のステッチはもちろんこれ革同士をつなぐために必ず必要なんですけど、下のステッチって別になくても大丈夫。ある意味飾りなので、バンプだけをダミーとしてステッチを入れるだけでも構造的には全く問題ないですね。裏手側を貼ります。次はカウンターを縫っていきます。
アッパーとライニングを貼り合わせます。形が見えてきてワクワクしますね。かっこいい。トップラインのライニングの皮ってはみ出して貼ってあります。これをカットします。ということでフルブログのアッパーができました。これめちゃくちゃかっこよくないですか。フルブログは派手でこう見栄えするんでっていうのはもちろんあるんですけど、顔の色とねステッチの色がすごいかっこいいですね。ステッチはねちょうどカーキ色のステッチがあったのでぴったりの色で作れましたね。意外とこのカーキ、緑といえどかなりね落ちた色というか深い色なんで、やっぱ革の状態とアッパーになった状態と靴のなった状態ってかなり印象変わってくるんでどうなるか分かんないですけど、結構履きやすそうな感じがしてます。ということで次は釣り込みやっていきます。それではまた。